皆さんこんにちは、沖野です。今日は青チャンネルさんとコラボということで、2人来ていただいてますので、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。ワンダフル青チャンネルのなりです。ゆうすけです。よろしくお願いしまます。やっと生で見れた。やっとコラボできた。はじめまして。そうですよね。自分、すごい、まとなりに置かせてもらってるんですけど、ほんと、はじめましてで、沖野くんのチャンネルにお邪魔してます。で、ゆうすけくんは、が、二度目まして。二度目ましてなんですけどそう、たまたま飲み屋で出くわして、そうなんですよ。そう、青木野くんやん、コラボしようやって言って、ようやく、そう、コラボできた。いや、なんかその YouTube 用のグループ LINE があるんですけど、それでゆうすけが、沖野くんと、最近ちょっと仲良く飲ませてもらって、で、コラボしましょうみたいなのを言ってきてくれて、あ、ゆうすけじゃあ、沖野くんと結構飲んでるんだって、仲良くなったんだと思ったら、2回目なんだ。でも、一日目濃かったんだよね。そう。だいぶ濃い一日を過ごしたからこそ。からね。そう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 、本当に、5時間ぐらいね、もう飲みちぎってね、一緒に。なかなかね、2丁目のお店飲み行かないんですけど、たまたま新宿でご飯食べて、連れて行ってもらったお店で会って、でも結構話したよ。めちゃめちゃ話したよ。覚えがない写真があったもん。そうそう。初めましてで肩組んでイエーイみたいな。めっちゃ写真あったから、びっくりしちゃった自分も。もう結構マブダチ感出てて。ようやくコラボできたということで。ありがとうございます。実はね、青チャンネルさんコラボ2回目なのは知ってます？僕知ってます。そうなんですよ。もう数年前で、実は沖縄スタイルの初めてのコラボが青チャンネルさんだったんです。あ、そうなんですね。はい。なのでそこから多分2、3年越しに、はい、2回目ということで、すごく嬉しかった。ありがとうございます。第2回のコラボ。自分は本当に YouTube 全然見なくって、企画とかも全部もうスタッフさんとかに自分投げちゃってるから、もうね、なんかま自分のチャンネルすらも見ないから。見ろよって感じなんです。頑張ってやっておりますので、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日何のお話しようかなと思って、はい、普段あんまりその2丁目飲みに行かない人間なので、今回視聴者さんからゲイバーでの失敗とか、ゲイバーで見かけたちょっと迷惑なお客さん行為っていうのをちょっと募集したんですよ。この客はちょっとみたいなのを判定してもらう。わかりました。全然 OK です。青的にこれ OK ですなのか、それはさすがにね、みたいな。NG 客。ところを、見てる人も一緒にそれ勉強して、楽しく、みんなで飲めるように。はい。じゃあちょっと軽いのからがいいですよね。はい。やっぱ基本的には、お酒を飲んだがゆえの失敗が、やっぱりどうしても多くて。ちょっと、あんま目合わせられないんだけど、こっちのさ。すごいシンプルなやつとかで言うと、やっぱ吐いちゃう。吐いちゃうとかっていうのがやっぱ多くて。まあでも多いよね。多いっていうか、まあ。あるあるじゃないですか。ちょっと潰れてて、やっぱその場でおろろみたいな、寝てる状態で出ちゃったみたいなのは、まあ少なくはないよね。じゃあもしその場でとか床にべしゃってなっちゃったら、でもどうしようもないから。もうなっちゃったもんは、しょうがないんだけど、片付けるしかない。そう、まあスタッフとかがバーっと片付けてちょっと消毒液振ってとか、対応は行くんですけど、やっぱやった後バビシャンとかはね。戦争とかね、ちゃんと。冗談ですけど。まあでもなんかちょっとお詫び的なね。バビシャンと行かなくても。そう。また来てって感じで。そうですよね。迷惑かけて終わりじゃなくて。ちょっと謝罪とかがあれば。ごめんね、みたいなのがあればね。それこそね、楽しくなっちゃうとね、限界知らずにもいっぱいガブガブ飲んじゃうからこそ、そうなっちゃったっていうのもあるから、ある意味ね、歯止めをできなかったうちらの責任でもあるかもしれないから。わかんないよね。しかも、2丁目のやっぱ飲みゲーとかしてると、もう流れで、きついなと思ってても、やっぱテキーラバーって食らったりとか。ね。まあしょうがないはしょうがないんだけど。まあこれに関して言うと、悪意は別にね。ない、そう。ないから。じゃないから。確かに、それはそうかも。あとはね、酔っ払って、こんなことあるって思うんですけど、これ本人の話じゃなくて、こういう人を見かけたっていう話で、他のお客さんに、おしっこをかけて出禁になったって、そんなことあるそんなことあるすいません、出禁です。よくわかんなくなってた、座ってる。便器だと思ったのかな、そのお客さんが。便器だと思ったのか。じゃあこれはさすがにちょっと、まあお客様に迷惑かけてるからちょっとできるかもしれない。それはないです。なるほどですね。これダメでしょって思ったのがあって、酔っ払って店から逃亡っていうのがあって、飲みにね。そう、飲みにね。あ、めちゃめちゃいる。いる？パラパラあるよね。パラパラある。まあ基本払いに来てくれるんだけど、たまに払いに来ないみたいな。そっから一生来ないみたいな感じで。何回かあるね。でも向こうまでベロンベロンだから覚えてないんですよね。まず青で飲んだって覚えてないからこその。スッとこうお店からいなくなるみたいな。
なんか例えばじゃあ満席になってる時に、潰れてた人が、なんか荷物持ってスーって、なんかタバコでも吸いに行くのかなみたいな流れでスーって出てってから、あれあそこのお客さん帰ってきてなくないみたいなので、さっき帰りましたよみたいな。会計終わってないんだけどみたいな。で、そのままなんか、最近来始めたばっかだったけど、それを機にもうなんか一切来なくなっちゃって、その日のお会計払ってるのゼロみたいな。半年に一遍ぐらいありませんか？たまにある。普通の飲食店で言うと半年に一回、まあまあのペース。でもそれで来なくなる人は覚えてると思う、逆に。まあそうだよね。行きづらいと思ってるのか、未払いだったから。本当に1回目で来なかった人は、もしかしたら本当に覚えてないだけの可能性もあるけど、何回か来てて来なくなるってことは。自覚があるんだろうね。払いに行きましょう、これ普通に。さすがに。お願いします。ある意味、警察の断件にもなっちゃうわけだから。そうそうそう、NG です。お店側が本気出したらなっちゃいますよ。なっちゃうから。あとは、スタッフにキスしまくってた客がいました。それはある意味合意のもとっていうか、スタッフも嫌なら嫌って断れるはずだから、受け入れてたってことならいいんじゃないって思っちゃう。どうですか？じゃあ逆に、今ママさんじゃないですか。はい。で、ゆうすけくんがもし、この人だったらいいかもと思って、他のお客さんとかもいるけど、相手に身を委ねてベロベロにキスしてたら、ママ的にって、お店なんだろう、なんかそれが面白い風景になってたら、もうみたいな。チラッとしてんだよみたいなんで言えるんだけど、ガチなやつ始まったみたいになったら、ちょっとどうするみたいな。二人の世界になっちゃった。そうそう、お客さんちょっとざわつき始めたら、ちょっとどうしましょうかねみたいな。ちょっとみたいな。声かけたりするかもしれないけど、ゆうすけがしてるときは、ちょっともうネタにできる感じだから、ちょっとこの人チューしてますみたいな。チューしちゃったそのまあ状況にもよるよね。笑いに変えればいいと思うけど。まあ、チューしてるみたいなのはなくはない。なくはないんだ。割と。いいな。ラッキースケベ。むしろそれをちょっと見たいかも。見る側で、当事者じゃなくて。当事者じゃなくて見たい。やってるみたいな。キスしてる瞬間なんか見ることないから、普段。なかなかね。めっちゃ気持ちになる。結構ゲイバーだとあるかもしれない。まあお客さん同士もそうだし、チュッチュみたいなのはあるかもしれない。そうなんだ。したことない。なんかするオーラじゃないもんね。あんまりさ、ガード硬そうじゃない？まあ、しないかも。するんだったら、じゃあ理想イメージ。自分のイメージで言うと、なんかお見送りしてくれるイメージある。だから、なんかその瞬間とかの方がいいかも。それは結構あるある。ゆうすけさん。言われてる。言われてる。したことないんですけど。では言われてる。そう。結構ゲイバーのお見送りは、ある意味二人っきりとかになれるチャンスだから、そこで何してるかはわかんない。まあそこは自由恋愛。自由恋愛で。自由恋愛だから。で、みちこも嫌ならさ、嫌だってちゃんと拒否はするわけだから。無理やりはダメだよね。無理やりは良くない。しつこく誘ったりとか、無理やりしようとしたりは NG で。やっぱ相手のリアクションを見つつ、同意の上でやれれば OK だと。はい。わかります。だと思います。こんなことあるのかって思うのが一つ来てて、ゲイバーで客として潰れてしまい、起きたら、ママと店子さんと 4P してましたっていう謎の、これお客さんが混じってるのか、どういうことママと店子さんの話なのかわかんないんだけど、要はここでやってるってことでしょ？そう、多分お客さんとして来て、こうやって寝てさっきの起きたらなんか、じゃあやろうみたいな状況。それはないよ。ちょっとまだ経験したことないです。なんかこれ本当まあ嘘を送る理由もないから本当なんだろうけど、同意の上でやってるようなわけだから、まあそれはそれでいいんじゃないとは思っちゃうけど、レア体験だよね。今後はないと思う、ほぼほぼ。1対1とかだったらまだ勝手にやっちゃえば他の人止めらんないしわかるけど、ママと店子そのお店もなんかどうなんかそっちが気まずくないのかなってね、それやった後がさ。ママさんとかね、それ止めなくていいのかなって、混じっちゃってていいのかなって。確かに。結構率先してたのかな、ママが。結構貴重な体験ね。なかなかなさそうだなと思って、これは。あとね、これもね、こんな人いるのかなって思うんですけど、全裸で入ってきた人が。さすがにないね。そこまでにどうやって来たのかってちょっと謎なんですけど。なんか公然わいせつってその前に使わなかったのかな。でも酔っ払って脱いじゃったっていうお客さんちょいちょいいますよね。まあ。ちょいちょい。なんか、えいみたいな感じで、ポロンって出してみんなが、おおみたいな。のっけの人とかでも多いかも。ね、チンコでかいのみたいな言われて、俺でかいよみたいな、見るみたいなんで、ベッて出して、で、周りのなんかゲイたちが、もう、いやーみたいな。あるある。
そう、いや、全裸でってね、難しい。そこにどうやって行き着いたのか。面白いけど結構歌断っちゃうと思ってた。でも来たじゃんごめんなさい。どうしようなりそうだけど。服着なって話だよね。うん。なしだな。ねまあ、これはダメです。店としては服は一旦着てから着ましょ新人の店子をいじめる常連、なんか面う。白いことああー、いるいるな。これ対応できる人はいいじゃん。うまく、もう、こういう客来たなと思って、適当にさばける人はいい。ねえ、そうなんだよね。できなさそうな人を見つけて、そういう面白いことやってよとか。うん。ちょっと精神的に追い詰める。ちょいちょい見ますわ。だけど、いじりっていうか半笑いで、面白いことやんないやんみたいな感じで、いじって、できなくても、可愛いね、収まればいいと思うんです。そう。確かにその後のフォローのそう、後の放送、そう。なんかできなかった時に、でも可愛いねとかさ、そんな感じで、初々しいねとか、今後に期待だねとかね、アフターケアがあればいいと思うけど、つまんなんでなんか見捨てちゃうと、結構最低だと思っちゃう。なんか自分のちょっとなんかゲイバー行く時の楽しみ方の持論みたいなのがあって、店子だけに楽しませてもらおうとするなよじゃないけど、まあお金払ってるんだから楽しませろはもちろんわかるんだけど、自分からもなんか楽しむ努力じゃないけど、なんか楽しいこと見つけろよって思っちゃうのね。なんか店子に100求めるのはなんか違うかなっていう。でもそれイメージでもそういうお客さんいそうだなっていうのが。でも全然いる。いや、他の子の方が喋ってるよみたいなのを、なんか本人に言ったりで、それ本当に喋れない人と比べるの本当に嫌だな。そうだって喋れない子からしたら、ちょっと頑張って喋ろうってしてるのに、なんかそういうので追い詰めちゃって、でなんか、その日の営業明けとかに、やっぱ自分接客向いてないから、店子辞めますみたいになっちゃった子とかもいるから、悲しい。そう、なんかそっからなんかちょっとさ、成長してってね、こういう感じになんか、そう。で、自分ほんと最初全然喋れなかったんですよ。で、入って1日目で、もうおかまにいじめられて、もうやめますとか言ってたんだけど、実は2年も働いてたから。そうだよね。そう。でもそうかもなんか100%客として来ましたよ。お金も払うんだから楽しませてくださいねは、それ楽しいって逆に思うかも。まあなんかこっち側は、店子側になんか教育する部分では、まあお金払ってもらってるんだから、ちょっと喋る努力だったり、なんか楽しませる努力はしようねとは言うんだけど、でもお客さん側で、それを 100% をこっちに求めてくるのは、ちょっとお客さんとしても違うかなっていう自分の持論です。でもちょっとわかります。でもそうだと思う。お客様は神様ですを、お店側が言ってたはずが、履き違えた人がいるみたいな、そういう感じかも。じゃあ店子も人だからね。そう。でもわかるかも。なんか自分もそんなに行かないけど、それこそ前会った時だったりとか、2丁目とか行ったけど、楽しいと思ってたらこっちも楽しいから、最初からなんかムスッとしてて、そんな楽しいのかなって純粋に思っちゃう。しかも結構面白いこと言ってって言ってさ、面白いことパッて言えないじゃないですか。言えない。そう。そしたらもっと会話してるうちに、ねほりはほり聞いて、なんか話が膨らんでみたいな感じの方が絶対面白く飲めると思うから、ね。こっちの方が絶対いいお客さんって思うと思う。しっかりキャッチボールできるお客さんの方が喜ばれる。店子にとかね。ごめんなさいね。でも結果的に多分そうすると、店子さん側も、頑張ろうと思えるじゃん。そう。結局話題が出るから、そうだよね。会話があれば。今日楽しむぞ、一緒に、みたいなぐらいで行った方が、結果的にお互いね。そう。なんか、ちょっとね、店子さん確認するとはまた違う感じのやつとか来て、例えば、初めて行ったゲイバーで、おむつイベントをやってて、おむつを履かされた。ゲイバーデビューがおむつイベントだったっていう。ちょっと特殊なゲイバーに行っちゃったパターンですね。なんかうちとかは結構初心者さんからまあ結構飲むぞみたいな、飲みゲーしようみたいな幅広く対応できますよ。まあ初心者さん全然大歓迎みたいな店なんだけど、ご新規の多分、おむつイベントとかやってるのは結構コアなお店だと思う。だから自分で行ったのか誰かに連れて行ってもらったら、でも連れて行くとしたらその人確信犯っていうか、多分その子をおむつにしたかったんだろうなっていう。したいんだろうね。それは連れに文句言ってくださいって感じだけど。でも、それイベントもある意味、はっちゃらけれるから、そこから一気にすぐ距離縮まると思うから、面白い。あるものだったらいいかも。そう。ちょっとおむつだったら、ちょっとないだけど。なんとなっちゃうけど。自分はなんか、最初お店入って、店始めたばっかの時に、25ぐらいから始めたんですけど、なにくん可愛いみたいな、可愛がってくれてるお客さんがいて、なんか大きいアゲハってイベント。はいはい、ありましたね。そう、今はもうちょっとなくなっちゃったのかな。そのイベントに行こうって言われて、その前に一回飲み屋さん
行って、まあ、軽く飲んでからそっちのイベント行こうっていう話で、ご飯行って、じゃあ飲み屋行きましょうって連れてかれた先が、なんかその日のイベントのドレスコードみたいなのが、もうパン1デーみたいな。たまにそういうの、なんかフライヤーみたいななんか流れてくる。そう。で、自分はもう何にも聞かされてなくって、普通にゲイバー飲み行こうって言われてたから、なりくんじゃあ脱いでみたいな言われて、無理無理無理みたいな。結構5分ぐらいごねられたんだけど、だったらもう自分で炊くって帰るっつって、やってたら、なんか折れてくれて、普通の違う飲み屋さんに行ったんだけど、そういうのもあったから、やっぱ連れて行くのは、確信犯だよね。それはちょっとなんか、そもそもがさ、そういうパン1で行こうみたいなんでね、行ってたらいいんだけど、連れてくこととかが何も知らないのに、ちょっとコアなイベントに連れてくのは、ご法度かもしれないね。そういううちはね、ちょっとよくない。なんかその子がね、押したらパン1になったかもしれないとか、で、狙ってくるなんてかわいそうだもんね。確かに。人によっては、じゃあってなりそう。ね、本当はすごい嫌だけど。取れなくてさ。あとは、可愛いなって思うのとかは、隣の人の膝で爆睡。それは多いくない？あるある。だし、これ逆によくしてない。いました。いました。で、隣じゃなくても、空いてる膝があれば一番だけど。まあでもそれも相手が嫌がってなければね。そう、ちゃんと顔色は伺ってる。と思う。隣に座ってた人から突然キスされましたとか。これもお互いが良ければ、キスされたって言い方的に嫌だったんだろうね。なんか汗たらんみたいな絵文字。じゃあ嫌だったんですね。あとは、前もって別名で呼ぶように話していたのに、一緒に行った知人にエロアカの名前で呼ばれた。でもこれありそう。ゲイって結構仲良くしてても意外と本名知らなかったり、ニックネームで呼んでる人とかも多いね。し、アカウントによって名前違うもあるから。みせこさんも結構源氏名とかそうだよね。人もいるけど、仲良くなったらね、本名とかさらす人がいるから、それは確かに難しいかもしれない。有名な人だったら気まずいかも。なんか、大手エロアカみたいな、なんか何万とかいる人だったら、あの人そうなんだってバレちゃうもん。確かに顔出ししてないけど、あの人なのみたいになっちゃうと、アウティングになっちゃうからね。でもさ、普段呼んでる名前で呼んでる子もある意味癖じゃないですか。悪気があったかなかったかはわかんないですけど、っていう、なんか友達とのトラブルがあったりとか、客じゃなくて、店子の方が寝てたことがあった。かっこ呆れって書いてある。なんか、出勤の時間来たからね。ここはまあ寝がち。でもその時にあれですよ、他にちゃんと、回す人っていうか、まあ、いてる人がいる。いるっちゃいるけど。お店としてはまあ。ナイさん、ママだから、ナイさんになってくるお客さんとかも多いんだけど、大抵なんか、僕が行くときはナイさん寝てるとか言われてるぐらい、結構ね、眠りの心って言われてる。いや、本当にもう週末とか、基本寝てるみたいな。2、3時ぐらいには寝てるねっていうイメージがもう定着しちゃってて、逆に、金土とかの朝方に自分がケロッと起きてると、なんで生きてんのみたいな。で、そっからなんか潰しにかかられるみたいな。何テキーラ10みたいなのを食らったりはします。じゃあ起きてるなりくんに会いたかったら、みんな早めの時間日付変わる前ぐらいにベスト。乾杯して、みたいな。最近は、まあちょっと眠りの心を脱却するために、まあ他の子に飲んでもらって、で、やるんだけど、やっぱなんかなりにテキーラ文化がもう定着しちゃってるから、結構逃げれない。あちらのお客様からですみたいなんで、テキーラ、みたいな。だから逆に潰れてほしくもあるんだよね、多分。ナルさんが潰れるのが、そう。伝統芸みたいな。伝統芸があるから、それで面白いんだけど、もう眠いのよ、年だから。待って、夜は眠いの。年上いるまで。そうだ。そうだよくないよ。よくないよ。よくないですよ。まあいいけどよくないよ。穏やかな、なんか沖野くん童顔だから、さっき年齢聞いて、うわ、年上だったんだってなったけど、またなんか喋ってるうちに忘れてたわ。そうだったわ。年上だったわ。友達が沖野くんのチャンネルに出てて、で、その友達がインスタで、沖野くんのチャンネルちょっとなんかお邪魔させてもらいました、みたいなのを乗っけてた時に、この人もゲイの YouTube やってる人なんだって認知はしてたんですけど、その友達が自分の1、2個下ぐらいで、で、俺それよりさらに下なんだろうなって、顔的にね、勝手に思ってて、最初から挨拶するときに、あんまり敬語使わずに、なんとかなのみたいな喋りかけてたんだけど、青チャンネル側の自己紹介聞いたときに、じゃあ年齢はって聞いたときに、36で、ドヒャーだよね。ほんと申し訳ない。初めてだったけど、こんな感じで写真撮ってなんかむしろなんかそう言ってもらうためになんか仕掛けたみたいな。逆に。本当に童顔だよね。いや、ありがとうございます。そう、これしかも自分の方のチャンネルで。そうだよね。ただ褒められてるとか使うかどうかっていう。編集でいい感じに。やっといてください。
で、最後のはい。迷惑客。酔っ払った状態でもう来てて、で、そこでシャンパン入りました。で、みんなで乾杯した時に、シャンパングラスをバシャン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 って4つ割りました。初めて来たお客さんね。で、その子を連れてきた人は、まあ常連さんっていうか、普通にママさんとか知り合い。シャンパン入れたのもその友達の子が入れてる。けど、初めて来た子が割っちゃった。そう、最初バーンって割って、その後、記憶がないけど、4つ割ったよっていう。あとその場面にもよる。笑いに変わるぐらいの感じで、イエーイとかずっと笑いで収まってんのかなって感じだけど。あんまネタにならない感じで、なんかバンみたいなのは何回もやってたら、さすがに、プチンってきちゃうかも。でもなんかその常連さんもいて、そっから伝ってきてくれてるとかだったら、そっちの人の顔もあるからさ、まあ様子見にはなるけど、恋になんかわざとこいつ割ってんな、みたいなんだと。かしこまりました。これ実は自分の話で。去年、もう3軒目ぐらいで、それも全部人に連れて行ってもらって、で、友達がシャンパン入れて、一緒に飲もうって言って、乾杯して、1個割ったの覚えてて。それは何なんか割るつもりでちょっと思いっきりでなくても、酔って、置いた後かなんかに、手がこうなったかなんかで、もう飲んだ後のやつ、空のやつがパンって弾けちゃって。もう触んない方がいいなと思って、すいませんって言って、そっから記憶がなくて、あと3つ割ってたよって聞かされて、覚えてないから、そうなんだと思って、YouTube で懺悔した。で、戒めの意味も込めてちょっと言おうと思って。そしたら、後日、本当は自分じゃなくて、その友達が割ってたっていうのを、なんか勝手に自分が全部割ったことにされて。実際、まあでも一つは割ってるから、なんか堂々と言うようなことでもなくて。まあでも割れる、グラスは。店の子も割るし、まあしょうがないよね。あれほんと割りやすいからさ、ちょっと置いただけでもペリンと割れちゃったから。でもだから気をつけたいなと思って。で、今そのね、お連れさんともうまくやって。もちろんもちろんもちろん。そんな怒ってないのは全然 OK だと思いますよ。よかったです。すごい綺麗にオチを持ってきたね。そう、これをちょっと実際にちょっと聞いてみなくて、やっぱね、今後、今出会いをすっごい求めてて、ちょっと2丁目飲みに出ようかなって。ぜひ思ってるので、そういう時にちょっと粗相をしないようにと思って今日これをね。なんか教育を受けとこうみたいな。そうです。教育できたかなあんま、なんかね、自分らもされないといけないぐらいの。結構ね、ぐさっとかかる質問はいっぱい。ちょっと何回か帰りたくなってきた。ゆうすけとかね、結構飲みに行ってるんで、もうよかったら。ぜひぜひぜひ。やったー、嬉しい。で、ぜひ、青も遊びに来ていただければ。ぜひ、よかったら。大昔、青に行ったことあるみたいで。あるみたいで。でも覚えてないくって、カメラロールになんか青っぽいお店の写真あるなってよく見たらなんかロゴ多分2回目になるんですけど、ぜひ今度ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。いただければと思いますので、粗相しないように楽しく。そう。ちょっとね、シャングラとか置いといてみようか。近くに。4つぐらいね。沖野くん割りましたっつって。すぐ SNS で。また謝罪動画が。伏線回収をね。はい、ということで、青チャンネルさんの方でも動画出させていただいて、一緒に撮らせていただきましたので、こちらもう流れで見てくださいっていうのと、青チャンネルさんから来てくれた人、ぜひこちらの動画もいろいろ見ていってくださいっていう。はい。青チャンネルからの方はぜひコメントをお願いします。していってください。よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。せーの。バイバーイ。